アメリカ軍の赤外線センサーがシリア上空で捉えた一本の映像がある。アメリカ国防総省がこの映像につけた題名は瞬間的な加速。だが政府は同じ映像にもう一つの正し書きを残していた。この映像の出所は確認できない。これらは国防総省の機関全領域異常解決局 AARO が2026年に公開した中東の赤外線映像だ。すべてアメリカ中央軍が2020年から2021年に記録した6つの事案。映っているのは球体や明暗の差、コントラスト領域として現れた物体。場所の多くは明かされていない。その正体を AARO はまだ結論付けていない。最初の事案は冒頭のシリアの映像だ。記録されたのは2021年。長さはおよそ5分。赤外線センサーが一つの光点を画面の中に捉え続ける。AARO はこの映像がアメリカ軍のプラットフォームに由来する公算が大きいと評価した。ただし、この一本には2つの中期が残されている。一つ、映像には異なる速度で再生された複数の場面がデジタル処理で含まれている。だから、加速して見える場面が撮影されたままの速度なのかは映像からはわからない。もう一つ、この映像は確かな出所をたどることができない。アメリカ政府の機密ネットワークに挙げられたのは2024年6月のことだった。誰が、いつ、どこで撮ったのか。公開した政府自身がそれを示せていない。二つ目は2021年4月12日の事案だ。この日アメリカ中央軍は同じ一つの出来事を4本のクリップに分けて記録している。映っているのは球形の UAP、カラー映像と赤外線。複数のセンサーが同じ物体を別々の捉え方で記録した。あるクリップではコントラスト領域が画面の右上から入り右下へ抜けていく。そして物体が輪郭を失っていくにつれ、センサーは自動でモードを切り替える。一つの出来事を4本の映像で残した記録だ。3つ目と4つ目は、2つの海をまたいでいる。2020年5月、アラビア湾。赤外線センサーが2つの UAP を同時に捉えた。AARO はこの映像をデュアル、つまり2つのコントラスト領域と記録している。そして、その3ヶ月後の2020年8月、今度はペルシャ湾。別のセンサーがまた一つ、海の上の交点を記録した。同じ年、隣り合う2つの海。形も映り方もよく似ている。だが、AARO はこれらを結びつけてはいない。同一の物体なのか、別々のものなのか。記録は、そこには踏み込んでいない。5つ目の事案は、2020年11月2日。この記録で、センサーはただ映すだけではない。低い位置にあるコントラスト領域を画面の中央に保ち続けるように、機体ごとカメラを振る。そこへ、2つ目の領域が画面を横切っていく。センサーは、その両方を追尾し始める。記録は、第1部と第2部に分かれている。それだけ長く追い続けたということだ。6つ目、2021年1月3日の映像も同じだ。現れた交点にセンサーがズームし、フレームの外へ消えるまで捉え続けた。6つの事案を並べてみる。2021年シリア。出所は不明。2021年4月。球形の物体を4本の映像で記録。2020年5月、アラビア湾。2つの UAP。2020年8月、ペルシャ湾。2020年11月、2つの物体を追尾。2021年1月、ズームして追尾。形は丸い光点かコントラスト領域。場所はほとんどが非開示。管轄はすべてアメリカ中央軍。そして、その正体について AARO は一件も結論を出していない。最後にもう一度、冒頭のシリアの映像に戻ろう。アメリカ国防総省が瞬間的な加速と題し、war.gov で世界に公開した一本の映像。だが、その同じファイルにはこう書かれている。確かな出所はたどれないと。政府が自ら機密を解除し、自ら公開した。それなのに、その映像がどこから来たのかを公開した政府自身が答えられない。
AARO がそれを何だと結論付けたわけでもない。残っているのは5分間の赤外線の記録と一行の正し書きだけだ。これらの映像は機密解除プロジェクトパーシューが2026年リリース02として公開した公式の記録だ。現映像と AARO の説明文は war.gov/UFO で誰でも閲覧できる。本チャンネルはアメリカ政府が公開した機密解除ファイルを公式の記述に忠実に紹介するチャンネルです。今後も世界各地各年代の事案を取り上げていきます。